トイボールファクトリーです。今回はベストヒットクロニクル1分の1カップヌードルをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。通常の HGUC より随分大きいですね。3000と輝く食べられませんの注意書き。しかしこの写真ではプラモデルだとは全然わからないですね。具材もたっぷり。今回は予約せずに店頭で購入しました。売り切れているところもありましたが、そこそこ入手しやすかったのかなと思います。最初は作るつもりはなかったんですが、テカテカに塗ったら楽しそうだなと思って買ってみました。では作っていきましょう。今回は仮組みせずに作っていきます。合わせ目消しは必要なさそうだったのと、リング部などばらす時に壊しそう、ランナーを残しておいた方が塗装がしやすそうな箇所も多くて、仮組みはなしにした方がいいかなと判断しました。ここの面の部分だけある程度組んでおいた方が塗装がしやすそうだったので組んでおきました。日常的によく見る塊がプラスチックになっている違和感すごいですね。ゲート処理を行っていきます。今回は有機的なものが多くて、ゲートが目立つ部分はほんのわずかで、表面処理的にはすごく簡単だったかなと思います。表面にゲート跡が出てくるのは外装の一部だけで楽でしたね。マジックヤスリ400番から1000番をかけてヤスリがけは終了です。筋彫りの彫り直しを行います。で、カップヌードルの筋彫りってものすごい違和感のある言葉ですね。カップの継ぎ目ですね。ここを深く彫り直しておきます。ヤマゼンの食器乾燥機の庫内が見たことのない要素を呈しています。サーフェイスアイボシルバーを塗装していきます。カップ部分をちょっと金属感のあるホワイトにしようと、下地にサーフェイスアイボシルバーを選んでみました。ちょっとシルバー感分かりづらいですね。クリアイエローを塗装していきます。サーフェイスアイボシルバーを塗装した卵にクリアイエローを塗装してキャンディーイエローに塗装します。テカテカですが卵っぽさをちょっと感じますかね。蛍光ピンクを塗装していきます。先ほどの卵と同様にサーフェイスアイボシルバーを下地に塗装したエビに蛍光ピンクを塗装していきます。エビといったら赤いので全体的にはピンクかなと思って塗装しています。なんかめっちゃサイケデリック。クリアレッドを塗装していきます。エビの背中の濃い赤色を塗装していきます。エアブラシのエア圧を絞り、塗料の突出量も少なくして細拭きで部分塗装を行っているんですが、これはエビに見えますかね。ちょっといろいろ怪しい感じがします。これはどうかな。サーフェイサーエボブラックを塗装していきます。謎肉ですね。具材の中では暗い色だったので、下地は暗い色かなと選んでみました。すっごい真っ黒で消し炭みたいになってますね。ガンメタルを塗装していきます。暗めのキャンディー塗装なのでガンメタルを選んでみました。めっちゃいいテカリが出てますね。黒サフがいい感じに塗れたみたいです。クリアブラウンを塗装していきます。ガンメタルを塗装した上にクリアブラウンを重ねてブラウンのキャンディーカラーにしていきます。何度かクリアブラウンを塗り重ねて、なんかチョコクランチみたいな感じですかね。これ大丈夫かこれ。EX ブラックを塗装していきます。サーフェイスアイボブラックを塗装した上に EX ブラックを重ねて光沢を出していきます。ふと思ったんですが、ほとんどヤスリがけしてないのでサーフェイスはいらなかったかもしれないですね。実験すればよかった。 GX メタルレッドを塗装していきます。前回のガンキャノンで試した GX メタルレッドを下地とした少量キャンディー塗装の再現です。予想以上に通常のキャンディー塗装と遜色ない仕上がりにできて、繰り返し使っていきたい技法になりました。いい感じですね。クリアレッドを塗装してキャンディーカラーにしていきます。
1度目の塗りが終わったら一旦置いて少し乾燥させてから2度目を塗るようにしています。そうしないと1度目の塗りが2度目の塗りで溶けて垂れやすくなってしまうからです。ピカピカになりましたね。ボケちゃってる。スターブライトゴールドを塗装していきます。カップの点線模様というか金色の帯の部分をスターブライトゴールドで金色に表現していきます。エア圧を 0.07MHz に下げてふわっと乗せるようにしています。メタリックカラーの基本で高いエア圧で吹きつけると溶剤によって粒子が流れてマーブル模様になってしまうのを防ぐためです。シャンパンゴールドを塗装していきます。今回は使う色数が多いですね。面の部分をシャンパンゴールドで塗装しています。あれ、しかしあんまりゴールド感が出ていません。これだと面の色を表現できていないような気がします。もうちょっと黄色い方がいいかな。ということでクリアイエローを重ねていきます。金色のメッキなんかはシルバーメッキを施した上にクリアイエローを塗っている場合が多いので、それに似た理屈で金色にならないかなとクリアイエローを塗装してみたんですが、どうかな。なんか独々しい色になってないかいこれ。 EX ホワイトを塗装していきます。カップの白い部分を金属っぽい白にできないかなと下地にサーフェイスアイボシルバーを塗装してから EX ホワイトを重ねていますが、思っていた以上に EX ホワイトの隠蔽力が強く下地のシルバーを完全に隠してしまいました。これは思っていたのとだいぶ違いますね。EX クリアを重ねたらいい感じにならないかな。光沢がしっかり出ればいい感じになるのではないかと EX クリアを塗装してしっかりと光沢を出していきます。たっぷりクリアを塗って光沢を出して変わらないですね。ほとんど変わらない。とりあえず光沢を整えるためにタミヤの3000番のスポンジヤスリで表面をヤスリがけしていきます。ヤスリがけは雑念が消えていいですね。心が落ち着きます。無心になってヤスリをかければいい考えが決めました。 EX ブラックで全てをやり直していきます。いやーEX ブラックで完全に塗りつぶしていきます。サーフェイスアイボシルバーと EX ホワイト、EX クリアとを重ねて、さらにヤスリがけもしているので EX ブラックを重ねるだけで一気に光沢が出てますね。ピッカピカです。暗い色を明るい色にするにはそれなりに手間がかかりますが、明るい色を暗い色にするのは一瞬ですね。いやーすっきりしました。その上からパールシルバーを塗装していきます。よく使うスターブライトシルバーだとちょっと明るすぎるかなと考えてパールシルバーを初めて使ってみたんですが、これ落ち着いていてとてもいい色ですね。粒子感も少なくてとても渋さを感じます。これ何かに似てるなぁと思ったら、アウトドアギアのスノーピークから出ているチタン製のカップヌードルクッカーに似たような色ですね。怪我の巧妙とでも言うんでしょうか、いい色に出会えたんじゃないかと思います。かっこいい。 EX クリアでパールシルバーを保護していきます。この後の墨入れのような作業を進めやすくするためにクリアコートを行っています。メタリック塗料ってクリアコートをすると質感が変わってしまうこともあるんですが、パールシルバーは特に問題はないようですね。おっとホコリはすぐ取る派です。お気に入りスターブライトシルバーの出番です。ガンメタルを下地とした謎肉のキャンディー塗装がちょっと暗すぎるかなと感じたので、スターブライトシルバーで明るくしてこちらも修正を行っていきます。うわピッカピカ。クリアブラウンを塗装していきます。違いがわかるでしょうか。先ほどのガンメタルを下地としたキャンディー塗装ではかなり暗かったんですが、明るめのキャンディーブラウンになっていると思います。美味しそう。エビにクリアオレンジを重ねていきます。エビも修正していきます。赤すぎな感じがしたので少しオレンジを足してエビっぽさを出せるかなと思ってクリアオレンジを重ねてみました。
と良くなったんじゃないですかね。マシになったような気がします。どうでしょう。スターブライトゴールドを塗装していきます。毒々しい色になっていた面にスターブライトゴールドを重ねて修正していきます。チタンシルバーにクリアイエローを重ねたところ、なぜか若干緑色に見えて体に悪そうな色になっていました。そこで定番のスターブライトゴールドで塗りつぶしてみると、だいぶマシになったんじゃないですかね。比較してみると結構えぐいですね。アクリジョンの小鉄色で部分塗装を行っていきます。パールシルバーに近い小鉄色を細かい部分に塗装しています。めっちゃはみ出してますね。そもそも筆塗りは苦手なんです。基本的に不器用というか、なかなかぴったり塗るのは難しいですね。ガビガビになってしまいました。キャンディーレッドの代わりにアクリジョンのメタリックレッドで部分塗装を行っています。ここは筋彫りもしてあってピンポイントなのでそんなに難しくはないですね。厳密に言えばメタリックレッドとキャンディーレッドの色はだいぶ違うんですが、小さい場所なので色味が似ていればそんなに違いは気にならないです。こちらもアクリジョンのゴールドで部分塗装を行っていきます。これはいけません。乱暴に塗りつぶし出してしまいました。全部金色にしてしまうのでしょうか。何を考えているのか。細かい部分に色を塗るのを諦めてしまったのでしょうか。己の不器用さに絶望してしまったのでしょうか。思っていたよりいい金色ですね。全部塗りつぶしてしまいました。それではここでマジックリンの登場です。水性アクリル塗料はマジックリンで溶かすことができるというテクニックを最近知りまして、実際に試してみました。フィニッシュマスターにマジックリンを含ませて、パーツにマジックリンを塗るようになでつけて、アクリジョンが溶けて浮いてきたところをティッシュで拭うと、これはめっちゃ綺麗に拭き取れました。バッチリじゃないですか。同様に注意書き部分もアクリジョンを拭き取っていきます。マジックリンをたっぷり含ませたフィニッシュマスターでなでつけ、ティッシュでの拭き取りを繰り返すとどんどん綺麗に拭き取られていきます。これはすごい。正直ここまで綺麗に拭き取れるとは思っていませんでした。文字に塗料がちゃんと残っているのはモールドが深いおかげですが、ラッカー塗料の塗膜を全く侵さず、ベトつきなども残さずに完全に綺麗に拭き取れるというのは驚きです。これはすごい。今回使用した道具の一覧を動画の最後または概要欄にまとめてあるので、気になる方はご覧になってみてください。ちょっとだけレタッチ。それでは組み立てを行っていきます。今までほとんど触れたことがないようなパーツばかりなのですが、この面のなんだこれかもすごいですね。組みにくさはほとんど感じることはありませんでした。色分けされたパーツが複雑に分割されていましたが、順番に組み上げることで徐々にその姿を表す様はなかなかの異常な感覚でした。この1分の1カップヌードルのプラモデルが発表された時、一体どうしたバンタイという気持ちが湧き上がったんですが、塗装して組んでみるとその工夫や遊び心に触れられて、終始笑顔のまま作業ができたように感じます。ここのカップの継ぎ目を目安にカップのパーツを組み上げていくのも楽しかったですね。このカップの点線部分のはめ合わせも不思議な感覚でした。これでカップの外側が完成かな。これで完成ですね。魂を入れてる感じですかね。これ具材パーツもなんとか食べられそうな色味になったでしょうか。お腹は壊しそうですけどね。このネギのパーツもなんだかなという感じで笑っちゃうんですが、バランの素材でしょうか。お弁当に入っているおかずとご飯をセパレートするあれですね。パーツのはめ合わせがきつくて塗装が割れてしまったところがあったので、小鉄色を使ってレタッチしておきました。そして蓋のシールを貼って、さらにこの蓋止めシールを貼って、カップヌードル完成です。ということでベストヒットクロニクル1分の1カップヌードルのテッカテカ塗装でした。今回のカップヌードルの塗装は
日常的に目にしているものをテカテカに塗ってみたらどうなるかなと考えて始めてみたんですが、思ったより普段のガンプラとは違っていて、参考にするものも特になく、どういった方向性で塗装するのか決めづらかったように感じます。なんとなくで始めた塗装が納得のいくものにならなくて、ほとんどを塗り直してしまいました。この塗り直しは今までに経験のないレベルで、ほとんど別物になってしまいました。キャンディー塗装やメタリック塗装はやり直しがしづらいという先入観があったので、実際にやってみると思いのほかうまくいって、なかなかの驚きでした。アクリジョンのエングレービング塗装やクリアカラーの重ね掛けなども予想以上にうまくいき、色物枠かなと思っていたカップヌードルのキットは収穫の多い制作になったと思います。ガンプラに限らず自由にいろいろ作ってみるのもいいですね。ということで、ベストヒットクロニクル1分の1、カップヌードルのテッカテカ塗装でした。また次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。